はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、建築家、インテリアデザイナー、そしてインテリアコーディネーターって何が違うのという質問に答えていきたいと思います。お部屋のインテリアとかに興味を持っている人とか、コーディネーターの仕事をこれからやりたいって思っている人とか、カフェやレストランの設計もちょっとやってみたいなって思って就職のために専門学校とかを検討している人が聞いておいた方がいいかなって思う内容にしています。そもそも職種って国それぞれ必要とされる仕事に対してできたものだと思うんですね。なので建築家であってもインテリアデザイナーであっても、はたまたインテリアコーディネーターという職種はあくまで日本で生まれた、職種という認識を持っておいた方がいいかなって思うんです。他の国のことが私よくわからないんで、まずそれが前提になります。でもいろんな国今までいろいろ行ってきたんですけど、感覚的な感想で言うと発展途上国は建築が多く立ち始めるので、建築の仕事多いなって感じするんですけれども、先進国はすでに結構もう建築自体が立ち終わっちゃっているので、インテリアデザイナーの方が仕事としては安定しているのかなって感じは少ししますけれども、分かんないですけどね、そんな感覚です。その上で3つの職種の違いを考えてみると、まずは建築家ってどんなお仕事かなって思うと、ざっくりですよ、ざっくり言うとまっさらな土地に建物を計画して建てる人かなと。そこには街とか文化があって、周辺環境も考えていく必要性があるわけですよね。そして建物自体に人が集まって、どのように使われるのかなってイメージしながら設計をしていくわけですよね。そんな仕事かなっていうざっくり思うんですけど、次にインテリアデザイナーってどんなお仕事かなって考えてみると、住居と商業ではちょっと異なると思うので、商業デザイナーっていう視点で考えると、インテリアデザイナーって室内、インテリアなので室内空間をどう使うかっていうのをデザインして作っていく人かなと。商業でどういうものかっていうと、レストランとかアパレルとか雑貨屋さんとか、そういったものを設計デザインする人かな。どんなお客さんが来て、どのように商品サービスを買ってくれるようなデザイン設計に、するかを考えるわけですよね。建築家とは若干目的が違うのと、大きく違うのは建物がすでにある状態からスタートしているってところですね。で、最後にインテリアコーディネーターはどういったお仕事かなっていうと、室内の空間構成、要は間取りですよね。プランニングのプランはすでにある中で、家具やカーテン、花瓶とか額とか、さらには壁紙とか床の素材を選ぶお仕事かなと。結構住宅で多いかもしれないのと、あとホテルでもちょっとあるのかな、このインテリアコーディネーターっていうお仕事の、業務範囲としては。で、そのお部屋をどのように使いたいのか、どんな雰囲気にしたいのかを聞いた上で物を選定して配置して空間の雰囲気を作るわけですよね。住宅、ホテル、オフィスもあるかもしれないんですけれども、室内空間をデザインするという意味ではインテリアデザイナーと
結構似てるんですけれども、プランニングといった空間構成は特にしないで、決まった室内空間の雰囲気作りをしたり、ものを作るというよりは選ぶという、お仕事になってくるのが大きく変わる点ですかね。この3つの職種のやってる仕事を理解しておかないと、本当にやりたい仕事ができなくなりますよね。最短で好きな仕事に就くためにはそれぞれ学ぶべきことが異なるので、ここは注意が必要です。ここまで理解したところで、何を実際じゃあ学んだら仕事ができるようになるんですかっていう疑問が出てきそうなんですけれども、もう結構話が長くなっちゃうので、その辺は次回にお話しします。で、ここでは3つのうちどれが自分に合っている仕事なのかっていう仕事の探し方、やりたいことの探し方をお話しします。まずはやっぱり最終的にどんな仕事をしたいのか、その仕事をしたら楽しめるのか、そもそも大好きなお仕事なのかっていうのはよく考える必要性がありますよね。なんでかっていうと、それはそうなんですけど、どの仕事も大変なんだからですね。長く続けられればできるようになる。なので長く続けられるような、お仕事を見つけた方がいいですね。大好きで楽しくないとへこんだりとかした時に、それでもやってやるっていう奮起してまた続けられるような心がないといけないですよね。だって諦めちゃったらそれで終わりですからね。あと中途半端にできる感じになるより、その業種を極めていった方がもう圧倒的に楽しいですよね。でも極めるのって誰よりも時間を費やしたり、そのことだけをよく考えて実行した人がその業界の上の方に行けるからなんですよね。私だってまだ下の方にいるわけで、もっともっと役立てる仕事ができるようになりたいわけですし、目標を達成した後は本当にテンション上がるからやってるんです。だからまずは最終的にやりたいのはどの職種ってことが重要です。でも実際選ぶ時にはその職種の情報がかなり少ないんですよね。まだ仕入れてないんで、少ない情報で選択しちゃうと、その選択自体も間違っちゃいますよね。なのでやりたいものを見つけるというより、ひたすら情報収集をした方がいいと思います。手軽にネットで調べた後、実務でやってる人に聞くのが本当に一番だと思います。インターンに行くとかね。やっぱり実際やってる人の情報は本当にリアルで参考になると思います。でもどうやって知り合うのっていうのは、もうインターンでもバイトでも何でもいいです。まずは現場、設計のやっている現場に飛び込むことっていうのが大切。SNS で建築家やインテリアデザイナー、インテリアコーディネーターに DM を送ってお願いするのでもいいし、講演会やパーティーに行ってどうにかしてつながりを作ることからでもいいです。実際にリアルにね会った方が本当に強いんですよね。ネット上で知り合った方がやっぱりなんとなく関係性が薄くなりやすいんですよね。だってネット上には結構たくさん人がいるんですけど、リアルに会うっていうのは時間を割いてるんで、限られた人間しか会ってないですからね。記憶にも残りやすいですよね。だから人すらリアルに会ってつながっていった方が圧倒的に情報を得るには近道なんです。そのきっかけ自体はね、ネットでもねリアルでも何でもいいとは思うんですけれども、結果的にあった方がいいって感じですよね。そうやって知り合ってつながった人から得た情報っていうのは本当に価値があります。ここで初めて自分のやりたいことを考えてみればいいと思います。その方が圧倒的に精度が高く選択できると思うからです。私たちどもがやっているインテリアデザインの学校隠れ家ではインテリアデザイナーが多いですが、建築家もいますので、興味があれば
ちょっと見てみてくださいね。まずは行動だと思います。今日は建築家とインテリアデザイナー、そしてインテリアコーディネーターって何が違うのという質問でした。結論は3つのお仕事の違いはネットでしっかり調べた上でリアルな設計現場の人たちから情報収集してからやりたい仕事を選択した方がいいよということでした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際に参加してみたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。